こんにちは、サックスプレイヤーの熊谷俊です。毎週1本ヴィンテージサックスを紹介する、ヴィンテージサックスコレクションズということで、今週もねまた珍しいサックス紹介していきたいと思います。では行ってみましょう。はい、今回紹介するヴィンテージサックスはこちらです。 CG コーン 26M コンクエラー8スタンプということで、これもねもう本当に名機中の名機と呼ばれているサックスです。今回ですね、またこちらのサックス3つのトピックに分けてご紹介していきたいと思います。まさにね、コーンが誇る最終兵器とも呼べるようなサックスです。探っていきましょう。では行ってみます。はい、では最初のトピック、M シリーズ最高峰モデルということで、ちょっと最初に音確認してみましょうか。もうなんかね、吹いた感じとしては太い芯のあるサウンドっていう風な感じなイメージですね。実は以前 6M っていうのをご紹介したんですけども、それの上位機種として考えていただけるといいかなと思います。この 26M っていうのは、実際にチャーリー・パーカーなんかのね、愛用していたモデルでもあります。で、大体1935年くらいから製造がされて、43年ぐらいまで作られてたモデルなんですけれども、このね、ネイキッドレディっていう前回 6M でも紹介したんですけど、ここにねちゃんとネイキッドレディ女性の彫刻がされてるんですね。でそういったところから結構ね 6M との構造というのはもうほぼ似ているというか、今回のこの 26M の構造になってますね。はい。では次のトピック。構造的変化はどこ？6M との比較ということで、実際に 6M のモデルを、もちろん参考にして作られているモデルなので、大きな変化っていうのはね、結構そんなにないかなと思うんですけども、唯一ね、でかい変化というのはね、このパームアジャストというのがついています。これで実際にキーのね、高さとかを調整できる、ものがこのサックスについているんですよ。なかなかね、今の楽器でもない、新発想な機構ですよね。そういったのがこの 26M にはついてきているというところです。ただね、あともう一つね、違いっていうのはね、この辺がね、キーがシルバーになってるんですよ。これが一つ6M との大きな違いですね。で、少しこのシルバーがこのサイドキーの部分についていると。でね、あともう一つはね、ここのB フラットとかロー B とかこの辺のレバーが少しね角度がね変わりました。これによって少しサックスも吹きやすくなったっていうのが26M のと 6M との大きな違いかなというところです。なので操作性的なところは 26M の方がやっぱ断然吹きやすいっていうところがありますね。はい。では最後のトピック、現行との違いということで、持った感じとしてはね、やっぱね、コーン特有のこのコンパクトにしっかり作られているモデルですね。なんで、なかなかこの従来の現行の楽器使ってる人からしてみると、やっぱりちょっと持ちづらさっていうのはまだまだ出てきてしまうかなと思います。でね、サウンド的なところはね、やっぱりバシッとくるというか鋭い太いサウンドっていうのがね、この 26M の特徴かなというところで、なかなかこのサウンドは今の現行の楽器では出ない特有のサウンドかなっていうふうに感じました。なのでぜひですね皆さんジャズをやりたい、またはジャズのレコードから流れるサウンドがっていう方にはもう 26M 大変おすすめなサックスです。はい、では最後にこちらの CG コーン 26M コンクエラー8スタンプをですね使って、フットプリンツお届けしていきたいと思います。ぜひねこのジャズ特有のこのヴィンテージサウンド楽しんでいただけたらと思います。では聴いてください。
かがでしたか？この 26M の重厚なサウンド、楽しんでいただけたんではないかなと思います。こちらの動画が良ければ、ぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。またね、質問なんかありましたら、ぜひコメント欄の方に残していただけたらと思います。またね、これもレンタルなんかもやってますんで、ぜひ概要欄から確認いただいて、そうそう、写真とかもね、載ってますんで、ぜひそちらも重ねてご確認ください。ということで、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。サックスプレイヤー熊谷俊でした。